皆様、こんにちは。CVE デイリーの時間です。本日は2026年5月29日に公開された4件の重大な脆弱性について解説いたします。キリタン、今日もよろしくね。4件の重大な脆弱性があるんだね。はい、ズンレイ様。本日はオラクル製品の脆弱性とワードプレスのプラグインに関する複数の脆弱性を取り上げます。ワードプレスのプラグインは多くのサイトで使われているから心配だね。ええ、特に管理者権限の乗っ取りや認証バイパスにつながるものが含まれていますので、注意が必要です。それは大変だね。どんな内容なのか、詳しく教えてくれるかな。一つ目は CVE2026-34311 について解説します。これはオラクルホスピタリティ OPERA5 プロパティサービスの脆弱性です。CVSS スコアは 9.8 で、深刻度はクリティカルに分類されています。クリティカルということは、とても危険な脆弱性なんだね。はい、認証されていない攻撃者がネットワーク経由で HTTP を利用し、このシステムを乗っ取ることが可能とされています。認証なしで乗っ取りまでできてしまうんだ。影響を受けるバージョンはどれなのかな。影響を受けるバージョンは 5.6、19.24、5.6、22、5.6、25.19、5.6、27.6、そして5.6、28です。この製品を利用している場合は、速やかにベンダーからの修正パッチを適用してください。2つ目は、ワードプレスプラグインに関する3件の脆弱性についてご説明します。いずれも CVSS スコアは 9.8 で、深刻度はクリティカルです。ワードプレスのプラグインで3件もクリティカルな脆弱性があるんだね。はい、まず CVE2026-8809 は、アドバンストカスタムフィールズ、エクステンデッドプラグインの特権昇格の脆弱性です。バージョン 0.9、2.5 までの全バージョンに影響があり、認証されていない攻撃者が管理ユーザーを作成できる可能性があります。管理ユーザーが勝手に作られてしまうのは、とても危険だね。次に CVE2026-8732 は WPMAC-S プロプラグインの特権昇格の脆弱性です。バージョン 6.1、0までの全バージョンに影響があり、これも認証されていない攻撃者が管理ユーザーを作成し、サイトを完全に制御できる恐れがあります。これも管理者アカウントの作成なんだね。サイトが乗っ取られてしまうのは怖いよ。そして CVE2026-3655 は OTP ロギン with フォンナンバー OTP ベリフィケーションプラグインの認証バイパス脆弱性です。バージョン 1.8、50から 1.8、60に影響があり、認証されていない攻撃者が任意のユーザーとしてログインできてしまいます。それは管理者アカウントだけでなく、他のユーザーにもなりすませるということかな。はい、その通りです。管理者を含む電話番号がユーザーメタに保存されている任意のユーザーとして認証できてしまう可能性があります。これらのワードプレスプラグインを使用している場合は、すぐに最新バージョンへのアップデートを強く推奨いたします。本日は取り上げきれませんでしたが、他にも20件の脆弱性が公開されていました。気になるものは NVD で詳細を確認してみてください。本日は、オラクルホスピタリティ OPERA5 プロパティサービスのシステム乗っ取りの脆弱性、そしてワードプレスプラグインの特権昇格や認証バイパスの脆弱性、合計4件をご紹介しました。どれも認証なしで攻撃できてしまう可能性があるから、早めの対策が本当に大切だね。はい、特にワードプレスプラグインの脆弱性は、多くのウェブサイトに影響を与える可能性があります。ご利用のシステムやプラグインのバージョンを確認し、速やかにベンダーが提供する修正パッチや最新バージョンを適用してください。アップデートを怠らないように、私も気をつけようと思うよ。本日の解説は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。